ニンギルスが駆けつけた頃には時すでに遅く、妹の体を抱きかかえ、その名を呼ぶ幼なじみの声だけがこだましていた。イブのいない世界にもはや正しさなどない。再び彼女の笑顔を見られる日が来るのなら、その手段に善悪など問わない。たとえかつての仲間と対峙しようとも、世界を敵に回そうとも。ニンギルスはイブを復活させるべく、彼女の魂の器となる体躯の製造に取り掛かり、やがて機械人形は誕生する。世界のために妹は命を落とした。次は妹のための世界を作ろう。機械人形がゆっくりとイブの肉体を受け入れていく。さあ、あの人からの笑顔をまた見せてくれる。黒ずきんの目次へようこそ。オルフェゴールが公開されたあの日、そのオルゴールをモチーフとしたデザインや背景ストーリーの虜になったことを今も鮮明に覚えています。黒ずきんは10期に遊戯王 OCG に復帰したのですが、オルフェゴールはゴーストリックと並んで最初に組んだテーマであり、その頃からずっと愛用し続けています。そんな僕から今回、この一冊でオルフェゴールのすべてがわかるオルフェゴールの教科書をお届けします。これからオルフェゴールを触るよという人にとっても、新規を取り入れた構築や展開を知りたいという人にとっても、非常に充実した内容に仕上がっています。目次です。6章立てにてお送りします。今回登場した新規2枚はいずれもリンクモンスターのため、新規の紹介及びそれを取り入れた構築や展開を早く知りたいという方は、第4章エクストラモンスターの紹介までスキップしてください。タイムテーブルとデッキレシピは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章オルフェゴールとは、属するモンスターは闇属性機械属で統一されていて、ジャックナイツ・オルフェゴールギルスを除くメインモンスターのすべてが、自身を墓地から除外することで、手札、デッキ、墓地、除外ゾーンからオルフェゴールモンスターを展開する効果を内蔵しています。墓地にいてこそ進化を発揮する彼らですが、これまでのオルフェゴールではオルフェネームを墓地に肥やす手段に乏しく、唯一のテーマ内1枚書道である4枚目以降のジャックナイツ・オルフェゴールギルスとして、終末の騎士やスクラップリサイクラー、時には核炎竜グランギニョルやティアラメン付きトカロスまで動員して、いかにしてディアベルハンを見殺しにするかに心血を注いできました。トロイメアマーメイドが禁止されてからの今日に至るまでのオルフェゴールは、あまたの屍の上に立っており、その道のりは決して平坦ではなかったのです。しかし今回、念願のテーマ内リンク1を手に入れたことで、ギルス以外の下級オルフェゴールたちも名実ともに単体書道に。初登場から6年半、外部パーツに依存しない純構築の第一歩を歩み始めたのです。巻は9大。展開のために除外されたメインのオルフェゴールモンスターたちは、機械人形ガラテアや闇落ちした兄のロンギルス、正義に目覚めたディンギルスの効果でデッキや墓地に戻るため、リソースを使い回すことができます。加えてガラテアや、彼女に自我の芽生えた新規のガラテア愛から触れるオルフェゴールバベルが場にあることで、なんとすべてのオルフェゴールモンスターの効果がフリーチェーンで使えるように。これこそがオルフェゴール最大の特徴であり、気づけばどちらのターンなのかわからないというくらいに、相手ターンであっても展開、妨害、リソース回収を自在に行えるのが強みとなっています。
第2章メインモンスターの紹介。ではまずメインモンスターの紹介から。1、オルフェゴール・ディベル。名前の由来は楽曲の区分の一つであるディベルティメントプラスデビル。オルフェゴール展開の核を担うカードで、自身を墓地から除外してオルフェゴールモンスターをリクルートします。新規リンク1のオルフェゴール・ガラテア・アイの登場により、名実ともに単体書道へと昇格しました。ガラテア・アイのバベルをサーチする効果には手札コストが必要となるため、書道兼手札コストとしても優秀なこのカードは、よほどの理由がなければフル投入推奨です。後続へとつなげつつリンク値を増やせるディベルが通るかどうかは死活問題であり、うららが天敵です。2、オルフェゴール・スケルツォン。名前の由来は楽曲の区分の一つであるスケルツォプラス骸骨を意味するスケルトン。メインオルフェゴールモンスターの効果は統一性があり覚えやすく、リベルがデッキからオルフェゴールを SS するのに対し、こちらは墓地からの SS。後続につながるカードではないため、基本的にはピンで問題ないのですが、ガラテア・アイのコストが必要な点に加え、このカードからはそこまで展開が伸びないとはいえ、準構築では初動の枚数に不安が残るため、構築次第で採用枚数はばらけます。3、オルフェゴール・カノーネ。名前の由来は楽曲様式の一つであるカノンプラス、ドイツ語で大砲を意味するカノーネ。こちらは手札からのオルフェゴールの SS。ガラテア・アイが手札コストを要するため、手札のオルフェゴールモンスターはなくなりがちであり、基本的には不採用でも問題なさそうです。その昔、遥か天空に打ち上げられた生物、イブ復活の鍵となる生物性質を起動するため、今、天より放たれ大地を貫く。4、生物正常。オルフェネームではないですが、ガラテア・アイもしくは口述のオルフェゴール・トロイメアからアクセスでき、こちらは除外ゾーンからのオルフェゴールの SS。素引きしてもガラテア・アイで切れるようになりました。ニンギルスの悲願が達成すると思ったのもつかの間、機械人形からその姿を現したのは、リースの魂を宿したオルフェゴール・トロイメアで、ここにあの日のイブの笑顔はなかった。5、オルフェゴール・トロイメア。名前の由来であるトロイの木馬も、ガラテアの内部に潜んでいたリースという脅威があらわになったイラストとマッチしています。このカード自体にリンク値を増やす効果はないですが、自身を墓地から除外して闇属性機械族をデッキから墓地へ送ることで、正常を含む全てのオルフェゴールモンスターを墓地に肥やすことができます。上級モンスターのため単体初動にはなれませんが、ガラテア・アイのコストにすることで誘発貫通ができるため、複数積みを推奨します。バベルと一体化したティンギルスの装甲が剥がれ、元の姿を取り戻したニンギルス。この手にはガラテアがまとっていたリボンを強く握りしめていた。6、ジャックナイツ・オルフェゴール・ギルス。効果は2つで、丸1効果で NS、SS 時にオルフェゴール、または生物カードを墓地へ送る効果。丸2効果で自分の場に他のモンスターがいない場合に生物トークンを生成できます。リベルを墓地に落としつつトークンまで生成してくれるオルフェゴール最強書道で、展開紹介でもお話しするように
アポロ・ウーサを立てつつ、リベルへのウララをケアしてくれるため、さ積みしない理由がありません。余談ですが、聖杯神楽イブ、オルフェゴール・ガラテア、聖杯の巫女イブ、聖剣士リーブなど、全妹をギルス1枚から展開できるというシスコンプリです。第3章魔法罠の紹介。続いて魔法罠の紹介。イブの笑顔を取り戻すためなら、世界を敵に回すことも厭わない。その確固たる信念を胸に、ニンギルスはイブの器となる機械人形を生み出す。1、オルフェゴールプライム。プライムとは始まりを意味します。手札場のオルフェゴールを墓地へ送ることで2ドローができます。オルフェゴールモンスターを墓地へ送る手段に乏しかった従来でこそ重宝したカードでしたが、カノーネでもお話の通り、ガラテア愛のリンク素材&コストのことを考えると、手札のオルフェゴールモンスターが不足しがちで、加えて展開途中でこのカードに触る余裕も基本ないため、この推奨枚数となっています。イブのための世界を作るべく、ロンギルスは理想郷を築き上げる。2、オルフェゴールバベル。先に紹介の通り、すべてのオルフェゴールモンスターの効果がフリーチェーンになり、これ1枚で相手ターンでの展開、妨害、リソース回収を賄うことができるため、ガラテア愛ないしはガラテアから最優先で触りたいカードです。主人のため、自らの意志で蘇ったイブの身代わりとなり、消滅した機械人形。そんなガラテアの思いに応えるべく、彼女がまとっていたリボンを強く握りしめ、ロンギルスは彼女の中に救っていたリースに対し正義の鉄槌を下す。3、オルフェゴールクリマックス。名前の由来はクライマックスから。効果は2つで、丸1効果で万能無効しつつ除外。加えて丸2効果では、墓地から除外することで後続をサーチするという強いことしか書いてないオルフェ屈指のパワーカードです。がしかし、従来のオルフェゴールにおいては、最終盤面に残るのはマスカレーナのみだったため、丸1の条件を満たすどころか、その制約により丸2効果を使ってこのカードを初動にすることもままなりませんでした。しかし新規の登場により、最終盤面にオルフェゴールリンクが残るようになり、加えて制約下であっても難なく展開できるようになったため、このカードを墓地へ落とせる愚かな服装も単体初動に。またこれまでは展開の中でバベルとクリマックスのどちらかにしか触れませんでしたが、バベルがガラテア愛からサーチできるようになったため、ガラテアからはこのカードを構える余裕が生まれました。第4章エクストラモンスターの紹介。最後にエクストラモンスターの紹介。1、オルフェゴールガラテア愛。本来器でしかなかったガラテアには自我が芽生え、ついには実体を伴ってその姿を表しました。ガラテア愛とは、愛、または私を意味する愛のダブルミーニングであることが推測されます。オルフェゴールの救世主とも呼べるカードで、再三ですが下級オルフェゴールの全てが初動になったことを、ガラテアの効果を温存してバベルに触れるようになったことがとにかく偉いです。この効果では墓地からも回収できるため、バベルと合わせて毎ターンのように正常や生物生還を使い回すこともできます。丸2効果も優秀で、墓地のオルフェネームを除外することで自己蘇生できるため、リンク値も増やしてくれるという充実っぷり。イブの器として作られた悲しき機械人形。しかし主人を思うガラテアという命は確かにそこにあった。
2、オルフェゴール・ガラテア。ギリシャ神話に登場するモチーフのガラティアも同様に、ある男の妻として作られた存在でしたが、この彫刻がいつしか人間になることを願った彼は、彼女と時を共にしたそうです。効果は除外ゾーンの機械族をデッキに戻し、デッキからオルフェゴール魔法罠をセットできます。カウンター罠のクリマックスをセットし、盤面をより強固なものにしましょう。イブの笑顔を取り戻すためだけに戦い続ける。これがたとえかつての仲間を、世界を敵に回すことになろうとも、イブのいない世界にもはや正しさなどないのだから。3、オルフェゴール・ロンギルス。通称23、イブのためだけに戦うロンギルスが器のガラテアと相互リンクになることはありません。効果は除外ゾーンの機械族2体をデッキに戻し、リンク状態のモンスターを選んで墓地へ送る効果。展開に寄与する効果でこそないですが、対象を取らない上、自身のマーカーが上を向いていることもあり結構使いやすいです。イブを守りたい。ただその一心で、ロンギルスは自らの肉体をも取り込み、ついにバベルとの一体化を果たす。4、シ・オルフェゴール・リンギルス。名前の由来は、黄泉を意味するシェオルプラス神を表す記号であるリンギルプラスニンギルス。ガラテア愛を除く場のオルフェゴールリンクに重ねて脱法エクシーズ召喚でき、2つのうち1つを適用できる SSG 効果がいずれも強力。2つ目の効果では、除外ゾーンの機械族を自身のエクシーズ素材にすることができ、リベルやトロイメアを回収してこのカード自身をリンク素材にすることで、相手ターンの展開札を確保できます。1つ目の効果では、対象を取らない除去ができ、相手ターンにリベルやトロイメアから展開したスケルツンを墓地から除外して蘇生することで、相手ターンの妨害としても機能してくれるため、展開&妨害面でも小回りを利く1枚となっています。5、シ・オルフェゴール・エンリルギルス。名前の由来はメソポタミアの最高神エンリルプラスインギルス。ようやく兄さんとガラテアの相互リンクが叶ったみたいです。よかったね、ガラテア。効果は2つで、丸1効果で除外ゾーンのオルフェネームオア生物を回収した後、手札1枚をデッキに戻して相手モンスターのコントロールをダッシュする効果。バベル、クリマックスと合わせて2妨害になるため、マスカレーナに妨害を一任する必要がなくなった上に、ガラテア愛同様、バベル下では相手ターンにもリソース回収できるのが激ヤバです。また複層書道の場合は、除外ゾーンのクリマックスも回収できるため、ガラテアからはプライムをセットする余裕が生まれます。丸2効果の23共通の対象を取らない墓地送り効果も健在です。第5章展開の紹介。7パターンの展開を紹介します。前半の4パターンでは基本展開を、後半の3パターンでは聖剣士リーブを出張したプラスアルファの展開について紹介します。まずはギルスプラス手札コスト書道の展開。ギルスを NS し、着地時効果でリベルを墓地へ。起動効果で生物トークンを生成し、ガラテア愛に変換。ガラテア愛で手札1枚をコストにバベルをサーチし発動。バベルを貼っておくことで、すべてのオルフェゴールモンスターの効果がフリーチェーンになるため、DD クローやビーステッドへのケアになります。2体でガラテアをリンク召喚。ガラテアへの墓地効果で、
ギルスを除外して自己蘇生。ガラテアで除外のギルスをデッキに戻してクリマックスをセット。2体でロンギルスをリンク召喚。リベルの墓地効果でトロイメアをリクルートし、2体でエンリルギルスをリンク召喚。トロイメアの墓地効果でスケルツォンを墓地へ落とし、スケルツォンの墓地効果でロンギルスを蘇生。重ねてディンギルスをエクシーズ召喚し、SSG 効果でリベルを素材に。エンリルギルスで生物トークンのコントロールをダッシュし、ディンギルスとの2体でマスカレーナをリンク召喚。相手ターン、エンリルギルスでガラテアアイの手札コストを回収したら、墓地のガラテアアイを自己蘇生し、効果で生物生還をサーチ。リベルの墓地効果でギルスをリクルートし、着地時効果で正常を墓地へ。正常の墓地へ送られた時効果で手札の生還を SS。生還には自身をリリースすることで、エクストラデッキから SS したモンスター効果を無効にし破壊できる強力な妨害効果があります。最終盤面はマスカレーナ、生還、クリマックス、墓地スケルツォンの計5妨害。続いてリベルプラス手札コスト初動の展開。リベル初動ではギルスによる生物トークンの生成ができないため、マスカレーナは立たないですが、代わりに相手ターンのガラテアアイの手札コストを確保できるため、エンリルギルスの妨害効果を温存することができます。最終盤面はエンリルギルス、生還、クリマックス、墓地スケルツォンの計4妨害。続いて服装プラス手札コスト初動の展開。服装初動では除外のクリマックスを回収できるため、ガラテアからはプライムを構える余裕が生まれます。最終盤面はエンリルギルス、生還、クリマックス、墓地スケルツォンの計4妨害。最後にスケルツォンプラス手札コスト初動の展開。スケルツォン初動では展開が伸びないため、ガラテアアイからはバベルではなく生還をサーチし、ガラテアアイのリンク先に SS して無理やりリンク値を増やします。スケルツォン効果を温存してガラテアアイを自己蘇生したら、ディンギルスの SSG 効果で回収し、スケルツォンからはガラテアを蘇生します。最終盤面はリトルナイトプラスクリマックスの計2妨害。以上が初動4種による基本展開となります。従来のオルフェゴールと比べるとかなり安定感、盤面強度が向上しましたが、墓と準構築においてはリベルへのうららケアができないほか、スケルツォン初動で完成する盤面が貧弱なのがネックです。
そこで聖剣士リーブの出番。エクストラにリーブ、メインに生物を継ぐものを1枚ずつ採用することで、ギルス書道ならアポロウーサを立てながら展開できるようになるほか、スケルツォン書道であってもアモンソーサレスを経由することでしっかりと盤面形成ができます。まずはギルスプラス手札コスト書道の展開。リーブのリンク召喚条件として墓地に生物カードが存在している必要があるため、素材に使うモンスターの順番には注意が必要です。聖棺を墓地に置いた状態でリーブをリンク召喚し、起動効果で生物を継ぐものをセット。2体でアポロウーサをリンク召喚し、継ぐもので墓地のガラテアをリンク先に蘇生。ここからオルフェゴール展開です。最終盤面は酸素剤アポロウーサ、聖棺、エンリルギルス、ロチスケルツォンの計6妨害。リベル書道の場合、手札コストにオルフェネームを握れていれば、ギルス書道同様アポロウーサを立ててのオルフェゴール展開が可能です。最終盤面は二素材アポロウーサ、マスカレーナ、ロチスケルツォンの計5妨害。最後にスケルツォンプラス手札コスト書道の展開。スケルツォン書道の場合、リベルに触れていないため、エンリルギルスを立てつつスケルツォンを回収し、サモンソーサレスのリンク召喚時効果でリベルを出力していきます。最終盤面は聖棺ロチスケルツォンの計2妨害。妨害数こそ同じですが、リーブが展開に絡むか絡まないかで盤面の質と墓地リソースの数が大きく異なります。第6章構築の紹介。ギルスやリベルが止められた場合でも、ガラテア・アイの手札コストでオルフェネームを切れば貫通できるようになったため、ガラテア・アイになれない終末の騎士などの不純物はもはや不要です。ガラテア・アイの手札コストまで考えるとなおさら、オルフェネームをマシマシにした準構築が安定するのではないでしょうか。それも踏まえてスケルツォンをフル投入しています。ギルス、リベルだけでは初動枚数があまりにも心もとないです。服装展開は、アポロウーサやマスカレーナを出せなくなるため賛否両論ありますが、オルフェネームの引きかぶりが手数に直結するこのデッキにおける2位のオルフェゴールモンスターサーチは普通に強いです。クリマックスを落とす必要がない場合は、
グンペルトイフェルを落とすことで妨害及び後手まくりができます。オルフェネームの中でサーチ効果を持つのはガラテアアイと強いて言えばプリマクスくらいのため、ドロバとの相性は抜群。エクストラ枠についてはあらかた展開紹介の中で登場しているため特筆すべき点はありませんが、服装初動下でも出せる闇属性機械族のリンク2として戦闘機アザレアか戦闘機カメリアのどちらかを採用しておきましょう。今回の動画、過去最大級に気合を入れて作成しました。ここまで読んでくれた方にはぜひ、これからオルフェゴールを触る人へ向けて本教科書を広めていただけると幸いです。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。